どうもベルです。今回はグランドマフィアの気まぐれコラムということで、このゲームの、最も基礎的な構成である、424についてやっていこうかなと思います。ただおそらく、こう思った方もいらっしゃると思います。そもそも、この424についてって、やる意味あるのっていうところですね。ただ、結論から言いますと、めちゃめちゃ意味があります。このゲームの主要な受け構成って、完全均等っていうのは、もうそもそも弱いので、一回置いておくと、まず424と442があります。で、この424と442を発展させていって、857とか、785とか、いろんな構成があって、で、その発展させた構成をどんどん使っていくにしても、まずはその424と442の特性を知らないことには始まらないので、あとは攻撃側でも、主要な構成ですね。ギャングと、シューターとバイカーの、各単種。そして、550、505、055。そして、208と、082と、820と、あるわけなんですけども、この攻撃側の、主要構成を、正しく全部使えている人って、おそらくほぼいないんですよね。ちなみに言うと、私も昔バリッバリ間違えてたので、あとは例えばなんですけども、055ですね。これって、なんかシューターとバイカーを完全に50%ずつだと思うじゃないですか。ただこれ割合としては、055で、ある種正解なんですけど、055という攻め方で見ると、実は不正解になります。この055を使うときに、シュータースクエアだったり、バイカースクエアで、攻める方多いと思うんですけども、実はどちらも不正解です。055の正しい攻め方ではありません。また他の編成も同様で、本来の力を発揮するためには、正しい編成を使う必要があって、なおかつ、相手の構成ごとに、適切な兵隊構成及び編成というのは異なっていきます。また、この主要な攻め方だったり、浮き側の構成をしっかりと理解しておくことで、じゃあ攻撃するときに、じゃあ相手の構成を見て、じゃあどうやって攻めようかっていう風になったときに、じゃあこれは424と似たような兵隊構成だから、じゃあ424なら、この兵隊構成を使えばいいよねっていう風になっていったり、424に近しいけど、ちょっと違うし、相手の兵隊理解とかも考慮していって、じゃあちょっと変えてみようっていう風に、することができて、で、これはもう逆もしかりで、じゃあ自分が受け側で424を使っているときに、じゃあ相手はこの構成で来るだろうから、じゃあ少し兵隊入れ替えようかなっていうことができるので、最初は難しいと思いますし、何言ってんだこの人っていう感じだとは思うんですけども、理解できてくると本当に楽しくて、このゲームの戦闘が、今よりも何倍も楽しくなってくると思いますので、ぜひこの動画を含め、この戦闘攻略シリーズをご視聴いただけると嬉しいなと思います。では早速、本題に入る前なんですけども、前回の、なぜシューターがこのゲームで最強なのかの気まぐれコラムで、今の、とりあえず攻撃側で単種さえ使っておけば勝てるよね環境。これが、とある変化が起こると、もう単種では攻められなくなって、バランス構成でしか戦えなくなる。一応このバランスっていうのは、2種含めてなんですけども、そのとある変化とは何でしょうかと、皆さんにお伺いしたんですけども、こちらの答えはまず、お伝えしていきたいと思います。で、答えの方なんですけども、担当直入に言えば、もう今よりも陛下の相性バフが増加したら、これにつきます。相性バフというのは、有利陛下へのダメージアップバフのことですね。おそらく、じゃあもっとステータスがインフレしたらとか、そういう風に考えていた方いらっしゃると思うんですけども、別に HP だったり防御だったり、攻撃側、今より増えたとしても、攻撃側と同様に、防衛側もどちらも増えていくわけなので、そんなに変わらないです。ただ、この相性バフが増加したときに、一気に環境というものは変化していきます。ここまでどうして断言できるのと、
疑問に思われた方いらっしゃると思うんですけども、本当これに関してはもう断言できます。なぜかと言いますと、このゲームの戦闘システムに、非常によく似たゲームを私昔やってまして、そのゲームでもう同じことが起きたからです。本当昔はもうこのゲームと同様に、もう攻撃側も単種使えばいいよねっていう感じだったんですけど、相性バフが上がった途端に、単種の時代っていうのはもう終焉して、もうバランスでしか戦えない時代になりました。で、これをじゃあもっと理論的に説明していくと、今って有利兵械のダメージっていうのは2倍になりますよね。そして、投資センターにあるこちらの編成の投資項目の相性バフ。こちらで20%増加することができて、合計で2.2倍。さらに集中スキルで、さらに5%増加させることができまして、合計で2.25倍になるかなと思います。確かに、この相性バフ、今の段階でもめちゃめちゃでかいんですけども、これだけではまだ単種を使うことはできます。単種って、ステータスを寄せてかつ、正しい編成を使うことで、相手の兵士の半分を倒すことができれば、2列目以降、攻撃できるようになるので。ただ、この相性バフが、おそらくあと30%ほど上げれるようになったら、この環境っていうのは一気に変化してくるのかなと思います。バランス構成って、当然ながら、複数陛下が混合した兵士構成になると思うんですけども、この時、じゃ相手に多くのダメージを与えることができる陛下って言われて、相手の前衛陛下に対して、有利な陛下が、めちゃめちゃ大きなダメージを出していくわけですね。じゃあこれってなんでそういうことが起こるかというと、相性バフのおかげで。で、単種って、あくまで、相手の2列目に到達した時に、どれだけ兵士が残っていてダメージを出していけるか。ここに全てがかかっています。なので、単種を相手にするときに考えるべきことは、どれだけこちらの2列目に、到達する前に相手の兵士を削っていけるかです。今だと相性バフが、そこまで高くないので、2列目到達前に倒していける兵士の数が、そこまで多くないっていうところもあって、単種がある程度まかり通ってしまっているんですけども、この単種、相性バフが、もっと増えていけば、相手のこちらの2列目に、到達する前に、もう相手を大幅に削ることができて、2列目に到達された時でも、相手の兵数が減っている状態なので、抑え込むことができます。ただ、この相性バフの増加、いつ来るかは、正直わからないです。新しいコンテンツが来て、そこで追加になるのか、パッシブ効果を持った英雄が来て、そこについてくるのか、はたまた新規の、ヴィーナスコレクションが来て、そこについてくるのか。そもそも相性バフの追加は、今すでに、ヴィーナスコレクションで、少しあると思うんですけども、それ以外は来ないのか。ここはもう運営のみぞ、知るところなのかなと思います。ただ、来たらもう一気に環境が変わっていきますので、そこは頭の隅に入れていただくのが良いのかなと思います。では、前置きが大変長くなってしまったんですけども、本題の424についてやっていこうかなと思います。424、おそらく一度は相手に使われたことがある方が非常に多い構成なのかなと思います。このグランドマフィア、本当424の構成が一番基礎となっていて、ここからどんどん発展させていって、857とか、758とか、いろんな構成が生まれてきたわけなんですけども、ほんとそっちの編成を使うにしても、424を理解しないと、じゃあなんで857使ってるんだっけとか、なんで758使ってるんだっけっていうことになってしまうので、あとは自身が424を使っていくときに、じゃあどのようなステータスぶりにするべきか。あとは編成切り替えですね。そこの話と、あとは逆に相手が424を使ってきたときに倒すときの編成。特にこの最後の424を倒す構成の最適解。これ本当おそらく知ってる方ってほぼいないと思うので、ぜひ今回の動画が参考になれば嬉しいなと思います。では早速424を使う場合ですね。こちらを考えていきたいんですけども、424というのは、シューターで受けて、ギャングとバイカーで敵を殲滅する構成です。
そして、格下のプレイヤーに対して、安定して勝つための、構成でもあります。また、基本編成は、シュータースクエアです。また、口実するんですけども、相手の構成によってはもちろん、シュータースクエアではなくて、他の構成で受けていくこともあるんですけども、基本はシュータースクエアでまず待機をしておきます。なので、このシューター HP というのが非常に重要になってきます。本当勝てるかどうかは、このシューターがどれだけ持ちこたえれるかっていうのに非常にかかっているので、またこのシューターで受けるということは、戦闘中、シューターが減っていくことにもなりますので、シューターで火力というものが、どんどん出せなくなっていきます。なので、ギャングとバイカーの、攻撃力に寄せた、ジュエルだったり、装備構成に、していくのがいいんじゃないかなと思います。でまた、編成を切り替えるケースなんですけども、相手が、ギャングメインの、構成できたら、バイカースクエア。逆に相手がシューターメインの構成できたら、ギャングスクエアになってくるんですけども、ここでちょっと難しいのが、相手がシューターの端子できた時ですね。この時なんですけども、基本はギャングスクエア。もしくは、ギャングアサルトで、相手との読み合いになります。じゃあ相手が、シューター端子の、正しい打ち方を知っていて、相手がギャングアサルト。すなわち、シューターが横足に寄った編成の場合は、ギャングスクエアだと、こちらのギャングが半分抜かれてしまったら、2列目に行かれてしまうので。ただ、こちらもギャングアサルトにしておけば、最後までギャングで受け切ることができます。ただその一方、こちらがギャングアサルトを使うことを読まれて、相手のシューターが面となって、展開される構成。すなわちシュータースクエアですね。そちらで相手がシューターの端子を打ってきたときは、逆にギャングアサルトだと受けれずに、ギャングスクエアだと受けれる。そのような形になります。で、次に、考えていきたいのが、424の倒し方ですね。まずは端子で考えていきたいんですけども、ギャング端子だと、もう424側に、バイカー受けをされたら、もう勝てません。なので、これは一回、選択肢から外していいのかなと思います。ただ、シューターの端子ですね。これであれば、もう先ほどのような形で、424側が、ギャング受けをしなければ、もうそもそも勝ち確定ですし、ギャング受けをされたとしても、424側が、どちらのギャング受けを、選択するかの、読み合いに持ち込むことができて、あとはもうシューターって、そもそも火力が高すぎるので、本当場合によってはもうギャング受けの読み合いに負けてしまっても、ステータス次第では、シューター端子側が勝つことができます。またバイカーの端子ですね。これについては、もう正直、424で受けるのは無理です。正直、もうシューター受けしても、バイカー受けしても、どちらでもこれはきついです。装備やジュエルを切り替えていって、シューター特化にしたとしても、424だと受けることはできません。シューターにガン寄せしていけば、できなくもないような気は若干するんですけど、正直、かなり厳しい対面なのかなと思います。こんな感じですね。うまく相手の編成とこちらの編成が噛み合えば、結構僅差に持ち込むことはできるんですけど、でもなかなか、今あれですね、これはもうちょっと、ギャングのステータスをかなりもう落としきって、こっちがもうシューターバイカーに全寄せしてなんとか、ワンチャン勝てるかなくらいになってしまうので、正直今この対面っていうのは、無理に受けるっていうことはあんまり考えずに、もうバイカーを来たってなったら、もはや解散するのが正直いいのかなと思います。これが無理だからこそ、相手の選択肢にバイカー端子がある場合は、424ではなくて、758とか、あと424より、シューターを少した、構成を使うのがいいのかなと思います。ただ、ここ少し面白いのが、307とか、あとは、シューターなしの208。これだったら、424でも、バイカー受けをすれば、勝つことができます。これなぜかというと、そもそも、シューターの火力っていうのが、もうそもそも高いゲームなので、この2しかいない、
2割しかいないシューターでも、バンバン相手を倒していくことができるので、バイカーで受けている間に、もう相手の火力を落とし切っていけば、勝ちまで持っていくことができます。ほんとここは編成の非常に面白いところなのかなと思います。で、424。実は、最もいい、倒し方があります。それって皆さん、何だと思いますか？で、これって答えを言ってしまうと、実は055なんですよ。レポートを見ていただきたいんですけども、こちらのレポートですね。こちら純粋な055ではなくて、ギャングアサルトで、ギャングを少し入れた形の、本来の055です。これがもうめちゃめちゃ強いです。実はただこれちょっとギャングの量が、実はちょっと過剰で、兵数が1000人同士の戦いだと、20人くらいが、実はちょうどいいんですけども、で、ただこれなぜかというと、一発耐えるためのこれクッションで入れているのではなくて、しっかり相手に当たることができるだけの兵数、当たった時に残ってるように、相手の狙撃をしっかり受け切れて、かつ、こちらのバイカーが、相手の前衛兵下ですね。そちらに当たるまでちゃんとこちらのギャングが耐え切れることが条件になるんですけども、それだけの兵数を入れることで、相手のシューターを、片付けた後、半分片付けた後に、すぐに、こちらのバイカー部隊で、相手のギャングを、攻撃していくことができます。このギャングがいないと、相手のギャングを叩いていくことっていうのは、055だとできないので、一応少し戦闘動画の方も見ていこうかなと思うんですけども、こんな感じですね。赤の方が055の方なんですけども、今はこれですね、ギャングが飛んだと思うんですけど、ただギャングが飛んでる間にこっちのバイカーっていうのがしっかり、進んでいけてるので、ここがね、非常に大きいところなのかなと思います。で結構英雄の攻撃エフェクトとか、あとスキルの発動のやつとかで見づらくなってしまってるんですけども、こんな感じで、落としていくことができます。で、もう一つが、こちら、ギャングなしの、055のレポートなんですけども、もちろん424の方が負けているんですけども、先ほどとの違いって、これ424がシューターをバンバン叩いちゃってるんですよ。ほんとなるべく424がシューターっていうのはもう相手にしたくないので、もう早くバイクで相手のギャングをもう倒していきたいので。ただちょっとこれ05側の、05側のステータスが、ちょっとシューターによってかつ、これ先ほどの方ってバイク系になってるんですけど、バイクの HP っていうのを曲げ切れてないので、で、このギャングアサルトで、ギャングあり、かつ、正しい055ですね。こちらほんと厳密に打っていくことができれば、これレポートとしても、もっと差は開いていくのかなと思います。ただ実は、424に対して、もっと損害を与えることもできる、構成というのも存在します。じゃあそれ何かと言いますと、シューターありの208です。ほんとこれは、もう424側が、どんな編成使おうと負けてしまうんですけども、今回はあえて、055を、最適解としてお伝えしました。これって皆さん、なぜだかわかりますか？もちろん055でも、424側がどの編成使おうが055で抜くことはできるんですけども、今回、損害という色で、相手に与えることができる、損害の量っていう面で見てみると、208が、055より多くの損害を与えることができます。ただ、より実践に沿った形で考えると、055を絶対に打つべきです。こちらの答えは、次回の戦闘攻略で、お送りしようと思いますので、ぜひそちらもご視聴いただけると嬉しいなと思います。はい、ということで、今回は424について、お送りしてきたわけなんですけども、424、バイカーの端子だったり、シューターの端子だったり、結構弱点は大きいんですけども、424って、あくまで、格上のプレイヤーにワンチャンス勝つ編成ではなくて、格下のプレイヤーに確実に勝つ構成なので、この弱点をカバーした構成が、もっとシューターを増やした857だったり、758ですね。
そのあたりがあるんですけども、もちろん857や758にも弱点はあるので、そうするとまた、その弱点をカバーした構成を使ったりというところで、非常に面白いのかなと思います。次回は、もう一つの受け側の基礎構成である、44年についてやっていこうと思ってますので、ぜひそちらもご視聴いただけると嬉しいなと思います。はい。では最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録及び、X も、最近始めたので、概要欄よりフォローしていただけると嬉しいなと思います。では、バイバーイ。